はいさーい。さあクリスタル、はい。実はこのプチ沖縄トラベラー、いよいよ1年スタートして1年になります。1年本当？そう、1年。何？もっと短い？もっと長い？もっと長いと思ったんです。もうそういろんな冒険したからなんかもっと長く感じるんじゃないですか。そうですね、本当にいろんなところ行きましたけれどもね、もう1年ね、皆さんのおかげで、そしてね、ご協力撮影させていただいたね、各場所の協力のおかげでもあり、本当にこれでめでたく1年になりますけれども、この1年の中でなんか記憶に残ってる場所とかありますか？一番記憶に残ってるのが座間味島。座間味ですね。やっぱり離島はいいですね。僕も座間味がすごく記憶に残ってるけれども、あとね、式名編いろんな伝統の体験見れたりとか素晴らしい経験したんですけれども、実はこのめでたい1年以外にももう一つめでたいお話がありますので、ちょっとかなさんからビデオメッセージがあります。皆さんぜひご覧ください。プチ沖縄トラベラーをご覧の皆さん、はいたーい、長峰かなです。皆さんにご報告があります。私事で大変恐縮ではございますが、今年の初めに入籍をしまして、この度第一子を授かっております。少し番組をお休みさせていただきますが、パワーアップして戻ってこれるよう頑張ります。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。わあ、おめでとうございます。かなさん、もう全然わからなかった。わからなかったですね。いいですね。いや本当に素晴らしいめでたいことたくさんなんですけれども、ということでね、かなさんが9月はちょっとお休みをいただくことになるんですが、我々で頑張ったり、あとかなさんの代わりに素敵なゲストが登場したりするね回も予定しておりますので、皆さんぜひぜひ楽しみにしててください。さあ、配信から1周年になるんですね。この1年の間に QAB のザ・チャレンジのテレビ番組でも放送されて、皆さんに見ていただく機会が多くなってありがたいですし、これまで沖縄の文化、歴史、観光スポット、さらに心霊スポットなどもご紹介してきましたが、皆さん楽しんでいただけましたか？私は毎回スタジオに届くバンソンさんとクリスタルのロケをもう楽しみに見ているんですが、2人のやりとりって面白いんですよね。コントチックなところがあったりだとか、バンソンさんのお茶目なところも見えたり、またそのバンソンさんを見つめるクリスタルの冷めたというかクールな表情が見えたりとか、また2人とも一度ツボに入るともうなかなか笑いが止まらない笑い上手なところもあったりして、そのシーンを見るのがとっても楽しみなんです。さあ、長いようで短い1年なんですけれども、先ほどザマミも言ってたんですけれども、他に印象に残ってるロケって何かありました？ハブ。ハブ Why ハブ？ Why ハブもめっちゃ面白かったんじゃない？もうバンソンさん thought that there was a blue habu that a blue habu existed. Remember? He really Oh yeah, I remember that. Yeah, I remember. I completely forgot about it because it didn't make it into the final cut. 人や環境に優しいように、加工をしまして、それで腐らないようにしたものを全部製品にこう縫製するのもうちは中でやってますね。なるほど、いいですね。これはこういう青いハブがいるんですか？いや、これは、染色してます。色はでも染色してます、聞いてみました。わかんないよ。すごい沖縄にもなかったようなすごい珍しい州もあるかもしれないじゃないですか。だからこのハブがあったらかっこいいじゃんっていうね。でも色つけても超かっこいい。受けすぎ。でも色つけてもつぼってる。これ未公開シーンだな。He dyed in fact the skin blue, and so when I saw it, I thought, oh, are there blue habus in Okinawa? That may be beautiful. Yeah, but it was just funny because it was like
where does chocolate milk come from? It comes from a brown cow, but that's not Yeah, right, right? yeah, 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 It's just, yeah, it's yeah. funny, I reminding me of that. understand, I understand. 僕の方はですね、最近なんですけれども、やはり夜の琉球アキジャビさんとの怖い話の回がね、やはりもう結構パニックになってました。僕いつも以上にこうジェスチャーとかはもう声が高かったなっていう感じだし、あとね、もう現場に気づかなくて編集してる時とか、あと公開してから見てる人からオーブが映ってましたとかっていうのいろいろあって全然気づかなくて、これね毎年夏に場所を変えて、毎回場所を秘密にしてるんですけれどね、近所迷惑になるから。でもそしてちゃんと許可を取るからね。でもそしてまたアキジャビさんを呼ぶからね。でも場所を変えてなんかいろんなところにするのは結構面白いと思う。でこの1年なんですけれども、実は今月からね、皆さんもねこの曜日でお気づきになってるかと思いますけれども、今月から配信を動画の公開を土曜日に変えます。これまではね木曜日の夕方からだったんですけれども、今後は、土曜日の夕方に変更となりますので、 So we decided to change in fact the airing of the program from Thursday to Saturday because our foreign viewers are basically working or at school or whatever doing at the time the video is getting out on Thursday. So I thought maybe it's easier and it's better on Saturday. So from this episode we will have an episode like every Saturday or almost every Saturday. ぜひぜひ今後とも応援をよろしくお願いします。2年目も頑張っていきますので、コメントしたら必ず返事するから。そう、コメントしたら必ず返事するので、嫌なコメントだったらだいたい非表示にしますけれども、あんまり来ないのでありがたいことにね、皆さんいつももう親切にちゃんと礼儀を持ってコメント書いてくださってありがとうございます。これからも沖縄の魅力をもうどんどん発信していきますので、皆さんよろしくお願いします。またぜひ沖縄のこんなこと知りたいとか、こんなところをリポートしてほしいなどありましたら、メッセージもお待ちしてます。そしてね、この1年の間でパーティーも2回やりましたね。オフ会。オフ会2回目が誕生日でクリスタルとカナさんの誕生日だったんですけれども、どうでした？もうめっちゃ楽しかったんですね。もうプール入りながらもワイン飲んでて、でみんなと喋って、でもうファンも来たからもうファンの意見も聞いて、もう本当に嬉しかったです。もう感動しました。そう、すごい良かったね。もう本当に僕もね12月に自分の誕生日とオフ会やったので、お二人の誕生日もやりたくて、それももうたまたまねお二人は1週間違いぐらいすごい近い誕生日だったので、それをやって、で実はカネさんからねこのパーティーの感想のメッセージがあるので見てみましょう。プチ沖縄トラベラーのオフ会、そしてクリスタルと私の誕生日会にご参加いただきありがとうございました。今回2回目のオフ会ということで、前回お会いした方とも久しぶりにお会いすることができて嬉しかったです。もう皆さんとても明るくてフレンドリーな方ばかりなので、もう話がすぐに盛り上がって、この番組の感想なども直接お伺いすることができて、とても励みになりました。今回のパーティー会場のホテルパームロイヤル那覇国際通りは、ライトアップされた夜のナイトプールの雰囲気がとっても素敵で、またプールサイドのバーベキューももうテンションが上がって話が弾みました。オフ会のこのあったかい雰囲気が大好きなので、
またぜひ開催しましょう。さあ2年目になりまして、で沖縄でいろんなところ行ったんですけども、今からもっともういろんなところあるんじゃないですか。もうまだまだありますね。いっもうぱいあるけど。もう行き過ぎてもうないと思ったら、いやそんなことないです。沖縄でたくさんあるから好きない。ね、もうびっくりしますよね。はだからもう今年はなんかやりたいこと、それ行きたいとこあある？そうね、ちょっとまた変わった内容なんだけれども、東京に行きたい。東京？実は毎年東京に沖縄フェスっていうのがあって、東京での沖縄フェスと東京にある例えば沖縄料理とかそういうのやったら、それも1回だけ面白いかなと思って、沖縄紹介なんだけど沖縄じゃないところでやるのもで、結構沖縄のアーティストが行ってパフォーマンスをそこでやったりとか、あと東京の銀座に沖縄のショップとかもあったりするから、そういうとこちょっと行ってみたいなと思ってます。あれいいアイディアですね。そうクリスタルは私ね、もう沖縄の健康が、専門ということで、ここは長寿の島だから、もっとそういう私が作った健康食品、実は私健康食品を作って売ってるんですよ。沖縄の材料を使って。沖縄の材料を使って、大学でも勉強してたんだよね。そう琉球大学で農学部で沖縄の植物研究したので、それについてちょっとなんかエピソード作ったらいいかなと思って、実はクリスタルメインのエピソードを用意してます。おーもうクリスタルメイねンそうもうすぐ撮影するんですけれども、沖縄の健康食品だったり野菜だったり寿命だったりについて予定してますので、楽しみにしてて皆さんも。それだったらもういっぱい喋ります。イエーイ。でプラスちょっと与那国島も行きたくて、そうね、ずーっと与那国行きたいって言ってたんですよ。なんで与那国行きたいの？そこで長命草たくさん作ってるらしくて、で私長命草の専門でしたから、研究？研究で留大でそれ専門でしたので、もう毎回沖縄の人と話したら長命草の専門でしたって言ったら、皆さんいつも与那国島行ったでしょって言われて、いや実は行ってなくてちょっと恥ずかしいから、じゃあ絶対行かなきゃと思って。1回だけ行ったことあるけどね、でも長命草の存在は知らなかったから、あんまりそれを意識しないで他のなんかいろいろ馬とか、そこら辺の方で行ったんですけれども、そうですね、それもいつか行きたいんですけれども、やっぱり遠い離島に行くにはね、いろいろ飛行機に乗ったりとかいろいろ大変なんですけれども、これからもっともっと皆さんにねなんていう応援してもらって、いろいろねいろんなスポンサーも募集しておりますので、それでクリスタルを与那国島に連れて行く夢を叶えましょう。いやーでもね、今後ともいろんなチャレンジしたいですよね。実は来週初めて僕は一人でロケに行ったのを皆さんがお届けするんですね。ちょっと国際的なテーマでクリスタルが行ってた大学の留学生たちといろいろ絡んだりしてたんですけれども、そこはね僕とそこの留学生の女の子一人とちょっとその素敵なイベントを紹介したり、いろんなパターンとかその内容に合わせてやっていけたらなと思います。じゃあいつか一人でロケします。頑張ろうね。もっと練習しないといけないんですけど。大丈夫大丈夫、クリスタルなら大丈夫。もう上手だから。いや多分カメラの裏の方で僕あれこれやれとかねみたいな言ってるかもしれないということで皆さんもめでたい1年記念のトークもこんな素敵なね海沿いの素敵な景色の前なんですけれども、そしてかなさんのめでたいねお知らせもありましたし、今月かなさんお休みなんですけど素敵なねゲストが代わりに出演してくださったりしますし、その中でね沖縄の大切な行事、大きなお祭りも皆さんに紹介する会もあったり、もういろいろまたこれからも盛りだくさんなんですけれども、今月からは、土曜日夕方に公開になります。時々お休みも入りますけれども、毎月少なくとも3回お届けし続けますので、これからも皆さんぜひぜひプチ沖縄トラベラーをよろしくお願いします。どんどん頑張ってどんどんなんて言うんだろうね、規模の大きい番組にしていきたいと思います。は
はい、ということで皆さん、See you, see you. 暑い。これからもプチ沖縄トラベラーでしかお伝えできない楽しい情報をお届けしたいと思います。きっと皆さんも沖縄ファン、沖縄通になるはずです。そして私も念願の外ロケにも行きたいと思っていますので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。